もう怖っ。すんげえコウモリ。はい、こんばんは、フェマルでございます。今回はこちら、若狭町かの、こちら田烏トンネルっていうところになります。この上にですけども、旧トンネルがある廃道があるそうです。そちらへ行けるまで、どこまで行けるかわからないですけど、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。で、今反対側のそちらから入ろうと思ったら、ちょっと軽トラさんに邪魔されて置いてあったんで、先に向こうの方から入っていきたいと思いますね。いまいちよく分かってませんので、ご了承ください。そしてここは林道にもつながってるそうで、このゲートはありますけども、これは鳥獣よけですので開けて入らせていただきます。はい、相変わらずの魔法が発動しました。では参りましょう。センターライン変えてありますね。ここ、結構な旧道だったんですね。ただセンター変えてあるけど、それだけの広さには思えんのだけどな。右行くと林道海市坂線っていうかなになってますけども、あれ確かこっちやったと思うんやけどな。まあそうですよね、林道行ったらあかんわな。まああの林道もなんか香ばしそうなんで見に行きたいところですけども、今日はトンネルの探索です。うわー荒れてんな、ここも。あ、でも広いな。下のトンネルの竣工年数を私調べてなかったんですけども、でもなんかこの広さ見ると意外と新しいのかな。あのトンネル比較的には広い感じがしますね。別な道なのかな。で、建物があるけども、これまっすぐなのか。これは違うよな。これは違うやろ。これは違うやろ。まっすぐ行ってみます。でもトンネル的には真下なんだよね。これは上水道ですね。まあ閉まったことに今回ちょっとマップが今なくて、なんというか携帯電波がつながらないんですね。この道でもないような気がするんだよな。でもさっきのあの道も違うと思うんだよな。ないよね、こんなとこじゃないね。これも林道っぽいんだよな。これは違うやろ。ちょっと携帯つながるとこまで戻るわ。無駄したらな。はい、ただいま下の方の携帯電波届くとこまで戻って、
データというか調べてきたんですけども、ここを過去に来た人のブログがあったんですね。そこを見たら、これじゃなくてここに道があるみたいなんですね。やぶこぎですね。そこを登っていくとあるそうですので、やぶこぎ行ってみましょう。でもこれどう見ても道じゃないよね。俺こっちじゃない。これはね、森林作業路やけど、これひでえな。これはひどい。道なのかこれ。これはどう見ても道には思えない。っていうか、なんか目の前になんかもうあるんじゃない？翼壁みたいなのがあるけど、まさかね。そんな、もうトンネルか？トンネルだ早っなんだ、あっさり出てきた。はい、トンネルですわ。いきなりこんなあっさり見つかるんだ。トンネルだけ入れるどうなんでしょうね。田烏水道、こんなあっさり見つかると、うわ、おおでもこれは入れんかな。入れるかな。はい、田烏水道ですね。これはこれは車高の高さ制限のやつか。で、なんかね、さっき見せてもらった人のブログ見たら、なんかとてつもなく臭いって聞いたんですけど、どうなんでしょう。すげえ遺跡的だな。もう怖っ。ちょっと怖いね。こんな目の前で変額見れるのもなかなかあれですね。臭いというかカビ臭いな。通気性はめちゃめちゃ風来てるんですよね。なんか毒ガスがどうのこうのってあれじゃないと思うんですけど。もしもし、誰かいますか？いねえよな。いたら怖い。ちょっとこれは危険かな。この最強丸オーダーさんでいっぺんちょっと確認してみましょう。よいしょ。はい、とりあえず閉塞か。交互にはいる。別にでもなんか危険性はなさそうだね。でもなんか渋いトンネルだね。特に崩落の危険性とか、なんか有毒ガスが出てる感じではないし、たとえガスがあってもこれかなりの通気性があるんで問題ないでしょう。ということで突入します。うわ、よいしょ。まさか入道するとは思わなかったな。とりあえず臭いって聞いたから、長い。長いわ。異常はなさそうやね。だいたい交互にはいる時点で大丈夫だろうね。しかしボコボコだねこれ。なんだこれ。なんでこんな、これゴミを入れたのか。あんまちょっと深追いはしませんわ今日は。ちょっとぬかるんでんね。ここちょっとやべえな。こっちから行くか。これ臭いんだよねこれ。臭いっていうのが、でもなんだ、先達様が言うほどの臭さはない。なんか命の危険があるような臭さやったらやべえなと思ったんですけど、コウモリのクソが落ちてんだよねこれ。もうスペランカーだったら一発で死ぬパターンですね。コウモリのクソ知ってる？振り返るとこんな感じですな。素掘りのトンネルをこのモルタル吹きつけてんですかにしてるんでしょうね。
で広さ的にはこっちだ、こっち大丈夫や。広さ的にはね、まあ昔の車やったらすれ違いできるぐらいかな。めっちゃコウモリいるぞやべえ、起こしたらやべえことになるわ。この臭さは多分コウモリの糞の匂いでしょうね。むっちゃくちゃコウモリいるよ。ちょっと反対向までは行きませんわ。ちょっとこのコウモリの数尋常じゃない。気持ち悪い。気持ち悪いっていうか、ここ越えてったらえらいことになるな。めっちゃ長い。すんげえコウモリ。でこれ廃棄物か、これなんかいっぱいいたんだ。ちょっとでもここやめてた方がいいな。ここはねやめときますわ。コウモリもやけどなんか頭痛い。ちょっとあんまりあれじゃないんでやめときますここ入るつもりじゃなかったんで、まあこんでもいいでしょう。ちょっと妙な頭の痛さを感じるんで、こういう時は即退散です。なんつうか物理的というか霊的というかっていうどっちもあるけど、結局やっぱちょっと還元されてないとこもあるんかもしれないんでね、こういう時は即退散です。あと、物理的にこのちょっとコウモリの糞がひどすぎる。なんでちょっと不衛生なんでやめときます。でもこんだけ入れたでよかった。頭痛いのこれヘルメットか。よいしょ。ここは深追いする飛んでるじゃねえ。長い。これヘルメットがヘルメットはきついんやな。ほんで頭痛いんこれでもクソもねえこれがいてんの治った。ヘルメットがきつかったんですよ。どのみちコウモリの軍団の中にちょっと入っていくのは嫌だし、やっぱ不衛生極まりないんで、やっぱ匂いが少ないとはいえやっぱちょっとカビ臭いとかちょっと嫌な匂いするんで、足元これはちょっと不衛生なんでやめてきますわ。はい、タガラストンネルですね。この上は今棒伸ばしてますけど、こんな感じですな。分かるか分からんけどちょっと反対側の方はもうちょっと向こうになんか通れる状況じゃなかったので、ここで今回終わります。でも中入れたで僕的にはちょっと満足しております。ただめちゃめちゃ不衛生な環境だったんでね、霊的とかもなんじゃなくて、単純にこのヘルメットのこれが縛りがきつかって頭痛かっただけだったんですけども、ほんでもちょっとコウモリの数でね、あんだけ糞があって臭いとなるとちょっとね不衛生なんでやめときましたでも雰囲気は分かってくれたと思いますんで、これでよしとしてください。でここからも見えんかな、ちょっと見えないね。ここの先にあるんですけども、このようなところにございます。入道に関してはあんまりちょっとおすすめできませんので、画像だけで楽しんでください。そういうことで今日はこれまででございました。ありがとうございました。バイバイ。おばがおまけというか小浜側の方なんですけども、タガラストンネル竣工記念碑が昭和56年ってなってますね。だからそれ以前のトンネルだったんですよね。そして反対公園はこちらから行けるんですけども、一応行けるんですけど、ロープ張ったるんで、なんかしかもタイヤが置いてあるんでやめときます。歩いてきゃいいんですけど、ごめんなさい、疲れたごめん、もう今日はもう嫌疲れました、ごめんね。他の方のブログ見てくださいごめん、埋もれてますんで中入ったで許してください。じゃあね、バイバイ。